皆様こんにちは、和正です。今回は都市の内部格差第4弾、名古屋市の寿命と所得です。早速ですが、こちらの2つの地図を見比べてください。左は名古屋市の男性の平均寿命を縫い分け地図にしたものです。黄色のゾーンが中間で、グリーンは平均寿命が長め、赤いゾーンは平均寿命が短めです。一方、右は年収700万円以上の世帯比率で縫い分けしています。黄色のゾーンが中間で、グリーンは高年収世帯が多く、赤いゾーンは高年収世帯が少なめです。まず、両者の色合いが似ています。これは、寿命と所得に相関があることを表しています。ところが気をつけることがあります。名古屋市の男性の平均寿命は、16区内の格差が 2.3 歳です。それでも大きいと考える方もいらっしゃいますが、東京、横浜、大阪などと比較いたしますと、非常に小さいです。一方、所得に関しては、それなりに格差があります。このあたりも、後で詳しく説明します。結論から申しますと、両者に相関があるのですが、名古屋市の場合は、寿命格差は小さく、所得格差はそれなりに、というのが特徴のようです。この動画では、まず名古屋市内の寿命の状況について説明し、その後、所得の分布について解説しながら、都市の内部格差について考えてまいります。ポンポンと地図やグラフが飛び出してまいりますので、必要に応じて一時停止なさってください。それでは平均寿命から始めましょう。こちらをご覧ください。これは名古屋市各区の男性と女性の平均寿命を散布図で表したものです。縦軸に男性の平均寿命、横軸に女性の平均寿命がプロットされています。上に行くほど男性の平均寿命が長く、右に行くほど女性の平均寿命が長いです。きれいに一直線に右上に伸びていますが、男女の相関係数が 0.90 と非常に高いです。相関係数は両者の関係性の強さを表します。-1から1の間の値を取りますが、0.90 ということは非常に強い正の相関があります。つまり、名古屋市内で女性の寿命が長い地区では、男性の寿命も長いことが一般的だということを表しています。ところで、ここまでは他の大都市とあまり変わらないのですが、少し気になるポイントがあります。西区、南区、中村区の3区は、女性に対して男性の平均寿命がとても短いです。男女差が 6.5 歳以上あります。この格差は全国的に見ても大きいです。私もおじさんなので他人事ではないのですが、男性が健康状態に気をつけなければ、女性との寿命格差が一番のテーマになります。次に、名古屋市全体の平均寿命を見てみましょう。ここは全国平均より、ごくわずかですが短いです。男性は名古屋市が 81.3 歳、全国が 81.5 歳です。女性は名古屋市が 87.4 歳、全国が 87.6 歳です。この都心の平均寿命が全国平均より若干短いという傾向は、札幌市や大阪市でも見られます。逆に首都圏の東京23区や横浜市は、少しだけ平均寿命が全国平均より長めになっています。一方、先述した通り、区の間の格差は大きいとは言えません。男性で 2.3 歳、女性で 1.5 歳です。これは、三大都市圏の中では最も格差が小さいです。このあたりに名古屋市の特徴があります。男女別に他の都市とも分かりやすく比較してみましょう。こちらをご覧ください。男性の平均寿命の分布を表したものです。縦軸が確率密度、横軸が平均寿命になっています。右から横浜市18区、名古屋市16区、大阪市24区となっています。少し説明させてください。このグラフは、各区の平均寿命と人口を考慮して、各年齢になる確率をグラフにしています。ただし、各区内の平均寿命は均一であるとして、描いておりますので、完璧な分布図ではないことをご理解ください。さて、平均寿命が横浜、名古屋、大阪の順に長いことが、すぐにお分かりいただけると思います。今後、この日本の三大都市を何度か比較していきますが、大体名古屋は中間になっていることが多いです。ところで、裾野の広さにご注目ください。まず、大阪が非常に広い。男性の平均寿命格差が8歳以上あります。次に横浜市で 4.4 歳の格差があり、ここも小さくありません。名古屋市は山が高くそびえており、それだけ区間格差は小さく、平均寿命近辺に集中しています。次に山の形ですが、名古屋市だけ二子ブラクダのようになっています。前回横浜市の時に取り上げたのですが、この二子ブラクダ現象は東京都23区と同じです。原因については、後で名古屋市の縫い分け地図を見ながら考えましょう。東京と名古屋、そして横浜と大阪に地理的な共通点があります。
次に女性について見てみましょう。こちらをご覧ください。三大都市の女性について平均寿命の分布を見てみました。やはり横浜、名古屋、大阪の順に平均寿命が長めであることがわかります。しかし山の高さが名古屋は低めになっています。これは横浜や大阪より少しばらつきがあることを表しています。と言っても女性の場合、男性より寿命格差はいつも小さいです。一方、また山の形が二子ブラクダのようになりました。地図を見ながら考えることにいたしましょう。こちらをご覧ください。まず、男性の平均寿命を塗り分け地図と棒グラフにしています。塗り分け地図は、寿命が長い順に、緑、黄色、赤となっています。塗り分けの境界線は5分位を使っています。5分位とは、寿命の長い順に並べて、その順位で色分けをしています。寿命が違っていく度合いについては、隣の棒グラフでご確認ください。また、一番右下に全国比較を掲載していますので、よろしければ参考になさってください。地図を見ますと、特に寿命の断層のようなものは見当たりません。2.3 歳の格差の中でなだらかに変化しています。ただ、トウコウ制定という表現は登場いたします。第1回の動画でご紹介しましたが、東京23区は西高東低型でした。第2回の大阪市は、周辺部が平均的で、中心部に寿命の長いエリアとそうでないエリアが隣接していました。第3回の横浜市は、全体的に寿命が長いのですが、中心部より周辺部の寿命が長いという構図になっていました。それぞれ特徴があるのですが、名古屋市は、東西で分かれるという意味で東京23区と似ています。ただ、塗り分け地図にしますと、左右の色合いが逆になっています。名古屋市も昔のような日雇い労働者の居住区が、少しずつ変化していて、いわゆるドヤ街という言葉とも遠ざかっています。そこで、極端に平均寿命の短いエリアは見当たりません。一方で、全国平均より若干平均寿命が短いことや、男女差の大きいエリアに注意が必要かと思われます。次に女性について見てみましょう。こちらをご覧ください。名古屋市の女性の平均寿命は88歳から 86.5 歳まで。格差は 1.5 歳です。これは非常に小さいです。ただ、塗り分け地図にいたしますと、トウコウ制定が登場します。先ほど、他の都市と確率密度を比較いたしました。二子ブラクダ状態になるのは、この地理的な分布が影響しているものと思われます。なお、女性の平均寿命が88歳というのは、もちろん世界最長クラスです。前回もお話ししましたが平均寿命にとって、乳幼児の安全性は極めて重要ですので、名古屋市も全体的にここはレベルが高いです。世界各地を見ておりますとここは顕著です。さて寿命の話はここまでとして、所得の話に移らせていただきます。こちらをご覧ください。2020年度の課税対象所得です。課税対象所得とは、所得税の計算に使われる所得のことで、収入から経費や控除を差し引いた金額を表します。こちらのグラフは全国と主要都市について、その納税義務者1人当たりをグラフ化したものです。まず、全国の平均は 343.8 万円です。これを標準としますと、東京23区は全国平均よりも約 40% も高いです。次に、大阪市ですが、ほぼ全国平均と同じです。昔は全国平均より低かったのですが、随分改善しました。最後に横浜市と名古屋市なのですが、ここは全国平均より約 20% 程度高めで、400万円超えとなっています。全国平均より高いということもポイントですが、同時に、横浜と名古屋が平均所得では、ほぼ同じであることを覚えておいてください。どちらの方がお金持ちということはありません。続いて各都市の内部格差を見てみましょう。こちらをご覧ください。まず、一番上の判例をご説明します。平成25年住宅、土地統計調査から、世帯の年間収入階級、5区分を抜き出しています。各世帯の年収を5つに分けて、その比率をグラフ化してみました。まず一番左をご覧いただくと、全国の様子がわかります。300万円未満から段階的に世帯数が減ってゆき、最後に1000万円以上の世帯が 6% 弱ほどあることがわかります。これを基準に考えていきましょう。左から2番目が東京23区です。こちらの方が所得格差の階段が緩やかです。つまり、年収による世帯数のギャップが小さいです。ただし、1000万円以上というのはブラックボックスで、上限がありません。つまり、全国平均とは比較にならない高所得世帯が、東京23区にはあること、これまでの動画でご説明してきました。3番目の大阪市は、300万円未満の世帯数が非常に多いのが特徴です。
これは高所得者が市外から通勤しているケースが多いことと、日雇い労働者の町、低所得エリアが、今も色濃く残っていることを意味しています。詳しくは大阪市の動画を見てください。最後に、横浜市と名古屋市の比較に注目してください。横浜市は全国平均より明らかに中間層が分厚い構造をしています。一方、名古屋市は全国平均の所得分布に近いです。このグラフをこれまでのデータとまとめてみます。所得水準は横浜と名古屋でほぼ同じです。しかし、横浜の方が格差が小さく、寿命は長いです。一方、名古屋の方が格差は標準的で、寿命は全国より短めです。もちろん平均寿命と健康寿命は相関がありますので、こういった格差と健康というテーマが、昨今よく上がってくるようになりました。昔は所得と健康というシンプルな関係でした。しかし平均所得が同じでも健康の度合いが違う。そこで内部格差がテーマではないか、というわけです。まだまだ研究途上の分野かと思われますが、先進国全体が高齢化時代に突入し、町全体の医療費が高騰することも懸念材料ですので、話題となっています。横浜市と名古屋市の比較は、一つの具体的なケースと考えられそうです。続いて、名古屋市内部の状態を見てみましょう。こちらをご覧ください。年収300万円未満世帯の比率で、縫い分け地図と棒グラフを出します。赤、黄、緑と徐々に低年収世帯比率が下がっていきます。誤解があってはいけませんが、学生が多いとか定年退職後の高齢者が多い町ですと、この比率は上がります。例えば、資産は多いが所得は少ない高齢者なども、ここに含まれますので、注意が必要です。ただ見えにくい都会の貧困を考える際には、有効な地図となります。地理的には寿命と同じく等高制定型ですが、濃い赤色の部分が分散しています。逆に濃い緑色の部分が一箇所に集まっています。どちらも一箇所に集まることが多いのですが、このあたりも名古屋市の特徴と言えそうです。年収300万円未満世帯比率の全国平均は、先ほどのグラフにもありましたが 35.8% です。名古屋市内にはこれより高い区と低い区があり、全国平均とあまり変わりません。全体の平均所得は全国より 20% ほど高めなので、ここに都会の格差があります。つまり、全体の平均としては、全国よりお金持ちなのですが、低所得世帯は少なくないという状況です。比率の区間格差も 18.6 ポイントあります。このあたりの分布を他の大都市と比較してみましょう。こちらをご覧ください。300万円未満世帯の比率で確率密度関数を描いています。横軸がその世帯比率、縦軸が確率を表します。明らかに、横浜、名古屋、大阪の順に少ないことがわかります。また、山の高さをご覧いただくと、名古屋の分散は三大都市の中心であることがわかります。都市全体の平均所得は大阪が全国平均並みで、横浜、名古屋は全国平均より 20% 高いことをご説明しました。つまり、大阪は平均所得が低いので、山が右に広がっているのは不思議ではないのですが、名古屋と横浜で山の形が違うことがポイントです。都市の歴史や考え方も影響しますが、産業構造の転換が進みますと、山の形が左へ、そして高く変わってくるものと考えられます。逆に旧スタイルの生活を都市内部に維持しますと、大阪のように右に平たく広がっていくものと思われます。続いて、高所得世帯について見てみましょう。こちらをご覧ください。年収700万円以上の世帯比率で、縫い分け地図と棒グラフを作成しています。最大が 23.5% で、最小が 10.5% になりますので、格差は13ポイントとなります。なお、全国平均は 16.1% です。全国で 16% 程度の世帯が、年収700万円以上を得ているという意味です。名古屋市の各区は、この全国平均を挟んで、上下に広がっています。これまでの傾向と同様に市の東の方に、グリーンのエリアが集中し、西の方にレッドのエリアが集中しています。これは、名古屋市内の高所得者が、市の東の方に集まりやすいことを表しています。これらを踏まえて、他の大都市と比較してみましょう。こちらをご覧ください。年収700万円以上世帯の比率がどのように分散しているかを表したものです。前回、横浜市内に断層があることをご説明しました。一部の区は非常に高年収世帯比率が高く、こういった高年収層の中の分断はよく見られるものです。一方、名古屋市は横浜市より高年収世帯の集中は少なく、広く多くの区に分散していることがわかります。また、名古屋と横浜は、全体の平均所得は変わりませんから、名古屋市の700から1000万円の層が薄く、
その上の富裕層が厚い可能性も考えられます。横浜市は中間層が全体的に分厚かったことを考えますと、やはりここに違いが見られます。簡単に言えば、年収800万円の世帯数が多く、年収1200万円の世帯数が少なければ、グラフは右に移動します。逆に富裕層がいますと、世帯数が少なくても、平均所得が上がります。この場合はグラフが左に移動します。少人数で、平均所得を上げてしまうケースです。名古屋と横浜の違いに注目です。さて、ここまで所得の分布を見てきましたが、最後に寿命と所得の関係を見てみましょう。こちらをご覧ください。縦軸は名古屋市男性の平均寿命。横軸は年収300万円未満の世帯比率を表しています。塗り分けは、グリーンが平均寿命長めで、レッドが短めを表しています。先述した通り、名古屋市内の寿命格差は小さめですが、こうして散布図を取りますと、相関が見えます。相関係数は 0.81 で、両者には強い相関があります。300万円未満世帯の中には、低年収だが資産は多いといったケースも含まれますので、ピタリとリンクするわけではありません。ただ、このマイナス 0.81 という数字は、大阪市や横浜市よりも若干絶対値が大きく、それだけ名古屋市内に所得と寿命の相関が見えることになります。次に高年収世帯との相関も見てみましょう。こちらをご覧ください。縦軸は同じく名古屋市男性の平均寿命。横軸は年収700万円以上の世帯比率です。相関係数は 0.88 と極めて高いです。こちらもまた、大阪市や横浜市より相関が強いです。繰り返しとなりますが、名古屋市各区間の差はそれほど大きくありませんので、気にならない方もおられると思いますが、区による寿命格差と所得格差は、三大都市圏の中で最も相関が強いです。これは、どちらの格差も全体としてなだらかに分布していることと、多くの研究が示す通り、寿命と所得の関係性に注意が必要なのだと思われます。つい先日もカリフォルニア大学リバーサイド校で発表された論文で、累積的な貧困が米国の死因の第4位であるという研究が発表されました。第4位というのは、がん、心臓病、喫煙より原因としては小さいです。しかし、事故、殺人、麻薬などより、はるかに影響が大きいという分析です。貧困を短期的に捉え、それを改善しようとしている一方で、累積的な貧富の格差が健康に影響することは確かです。肥満率との相関などがわかりやすい。そこからさらに貧困を死因と捉えた場合、主要な病気未満、事件事故以上の影響力を持っているというわけです。日本の平均寿命は世界一です。一方日本人の賃金水準は、OECD 平均の約4分の3の1まで来ています。寿命、所得、格差の関係性に今後も注目してまいります。さて、名古屋市16区の内部格差とその相関を地図とグラフで見てまいりました。都市の内部で寿命と所得に相関があることに加えて、名古屋市と横浜市のように平均所得が同じでも内部格差に違いがあると、寿命と格差という新たなテーマが出てくることを見てまいりました。これまで計4回にわたって都市の内部格差を見てきました。この格差というテーマは実は古くて新しく、まだまだ研究が十分とは言えません。こうして動画にしても注目する人は少ない印象です。センシティブな部分に触れるのを嫌がる人もいます。しかし、貧困層に加えて中間層がじりじりと苦しくなっていく状況は、格差問題を抜きにしては理解が難しいです。見てくださった方々に感謝しつつ、またデータを掘り起こしながら提起していければと存じます。